皆さんこんにちは。ブログ元気が出るとっこの部屋でおなじみのとっこです。このチャンネルでは私は脱ステロイド脱保湿治療、略して脱ステ脱保湿の提唱者でいらっしゃいます佐藤健二先生に大阪の阪南中央病院で教わってきた治療方法を佐藤先生のご承認のもとにお届けしています。脱保湿というと多くの皆さんが想像されるのはローションですとかクリームですとか、そういった保湿剤を使って潤いを補うという行為をやめるということだと思います。地球規模でも乾燥したお肌には保湿というのが常識になっています。医学界でも乾燥肌ですとかカサカサアトピー肌などは保湿が常識です。特に美容業界などではもう保湿となると命ですよね。ところが脱保湿は全く逆の発想で、乾燥肌を保湿しないんです。なのに奇跡のような治癒や改善が起こります。脱保湿のスーパードクターの皆さんは一様に脱捨てするんだったら脱保湿もしないと良くなりませんよとおっしゃいます。私の実体験でもステロイドをやめただけでは何年間も悪化することを繰り返しました。ひどい症状を繰り返しました。ところがその脱捨てに脱保湿というのを加えただけで治りの速さが全然違うんです。驚愕の体験をいたしました。そんなわけでこのことを皆さんにお伝えする活動を続けてるんですけれども、その中では多くの仲間に出会うこともできました。その仲間たちの経験からも脱保湿が驚異的に改善に向かわせるのは確かだということを確認しています。皆さん年々皮膚が強くなっていっているのを実感されています。ステロイドをやめた後のひどい症状は何年も何年も耐えていると、5年6年7年8年ゆくゆくは良くなるんですけれども、そんなに長期間耐えなくていいんです。あらゆる治療法を試みた私の長い皮膚炎人生の中でも脱保湿は現時点で最高の治療法だと確信しております。重症のステロイドのリバウンド経験者として一人でも多くの方を救うお手伝いをしたい、それだけの気持ちで発信を続けております。ですからもちろん強制はいたしませんよ。この治療はいいですよって情報発信を続けているだけです。判断選択は皆さんご自身でなさってください。なぜならこの治療はかなり覚悟がいる治療なんです。アトピー患者なら誰しも優に想像できるかと思いますが、保湿をしないということは最初は本当に恐怖ですし、しばらくの間は相当な痛みとの戦いでもあります。放っておけば亀裂の入るほどの乾燥肌ですからね。しかし何も塗らずにひたすら患部を乾かすんです。これが見事に機能していきます。徹底的にやってみた患者さんたちだけがその効果を実感できるものなんです。やると大きくうなずきながら決断した方、している方だけへのご案内となります。今日は脱保湿における保湿行為にはどういうものがあるかということを説明させていただきます。まず保湿剤を塗ることはもちろん保湿行為です。軟膏ですとか保湿クリームですとかローション、ナチュラルオイル、いろんなものがありますが、一切何も塗らないんです。基本何も塗りません。他にも調酸性水を肌にスプレーすることですとか、化粧をすること、日焼け止めも塗ることなども保湿になります。いくつかこうやって名称を挙げますと、あれはどうですか、これはどうですか、あれはダメですかとか、いろんな商品名を挙げてくる方がいらっしゃいますが、答えは何も塗りません。そしてこの脱保湿治療とは
何も塗らないことだけではないんです。実はお風呂やシャワー、こちらは潤い成分を流してしまうだけでなく保湿にもなります。ですからできるだけ回数は控えめに、入るなら短く済ませます。リバウンド中の特に症状の悪い時は、治療に必要な大事なタンパク質を流してしまい危険なんです。病院では各患者の症状によって先生がシャワーを禁止したり、あるいは良くなってきたら頻度をどのぐらいにしたらいいかなど指導してくださいました。で、数十秒で終わらせるくらい短時間を徹底してみてください。長くて数分っていう感じですかね。そういった感覚でよろしいかと思います。世間ではやれ除菌だとか朝シャンだとか騒ぎますけれども、あれは企業が騒ぎ立てて作り上げた風習です。それに乗せられた私たちが毎日お風呂に入るようになったのは、実は昭和の後半からの風習のようです。入浴剤も保湿になりますよ。またなんとかソルトとかガーリックなんとかとかを浴槽に入れるのも保湿になりますから、入れないでください。感染が怖いと言って使い続けている方いらっしゃるんですよね。でも感染っていうのはそんななんとか入浴剤で簡単に防げるものではないそうです。商業戦略に乗せられないでください。感染が怪しい場合はシャワーの頻度を多少増やします。先生の本では毎日入ることも別に否定されてはいらっしゃいません。病院での内容をお話ししております。それからですね、温泉も保湿になるので佐藤先生は勧めてらっしゃいません。保湿だけでなく温まると痒くなるのも心配ですね。石鹸も保湿になりがちです。できるなら使わない方がいいんですが、使うならば固形石鹸になさってください。しかしお肌に優しいとかアトピーにいいとか無添加で安全とか謳っていて、使用後にしっとりする系の石鹸には保湿効果がありますので、それも脱保湿治療では避けます。シャンプーもできるだけ保湿しないために油シャンが推奨されていますが、つまりお湯だけで洗うんですね。ぬるま湯で洗う油シャンです。でもどうしても使いたい場合は保湿効果のない固形石鹸を泡立てて使います。あるいはかなり調子がいい時にシャンプーを使うんでしたら、界面活性剤の入っていないものにしてください。石鹸を液体にするとき、界面活性剤を使うんです。これは石油化学製品ですからお肌によくありませんね。シャンプーにはリンスやコンディショナーなども入っていないものを使用してください。またガーゼや包帯をぐるぐる巻くのもなんと保湿になるんです。つまり通気性の悪いものをお肌に当てることは保湿です。分厚くガーゼなどを巻くと中で皮膚が湿気を含む感覚わかりますよね。脱保湿はとにかく皮膚を乾かして皮膚の再生を促す治療ですから、基本は何も巻きません。ガーゼは患部が大量の新生液などでなかなかかさぶたが張らない時のかさぶた代わりに1枚だけ患部の大きさ通りに切って貼ります。しっかり乾燥して剥がれてきたらその剥がれた部分だけを切り取って、くっついているところはそのままという手当ての仕方なんです。1週間までは同じガーゼで OK で、シャワーもそのまま浴びそのまま乾かします。このチャンネルの脱保湿1ガーゼ1枚治療というのがありますので、そちらを参考になさってしっかりやり方を学習してみてくださいね。それからですね、寒いからといって布団や毛布にくるまり続けるのも保湿になるんです。寝るときは寒いと風邪をひいてしまいますから、ある程度やむを得ないんですけれども、部屋の温度調節に気を配り、一日中布団の中にいるようなことのないようにしてください。リバウンド中は体のバランスが崩れてしまうので、異常なほどに寒さを感じる期間がありますが、ウィンドブレーカーなども保湿ですし、こたつにずっとこもっているのも保湿です。
私も真夏に歯をガチガチ鳴らすほど震えていたことがあるので分かります、皆さんの辛さ。でも徹底してやると間違いなく治りが早いです。あと服を着るのも実は厳密には保湿なんですけれども、裸でいられませんから、服の中の空気の流れを配慮してください。体温で湿気を含んだ空気は保湿になってしまいます。阪南中央病院に入院中は木綿のブカブカのでっかい T シャツですとか、木綿のブカブカの半ズボンですとか、そういったものを着ておりました。厚着は厳禁です。とにかく通気性のいい服装です。上着をズボンの中に入れるのも保湿になります。なんとなく分かってきましたか？とにかくスカスカにするんです。そして皮膚を乾かします。こう説明すると、僕の国は冬はとっても寒くてそんな服装は無理なんだなどと質問して来られる方が何かいらっしゃったりするんですが、自宅療養中らしいそういう方々は寒い国でヒーターなしの生活ではありませんよね。部屋の温度調節もしっかりしてください。浸水液のためにタオルで首を巻くのも保湿です。だらだら大量に流れるので、私も自宅療養中は知らずに巻いていた時期がありますが、なんとか首元の大きく開く服装などで患部を乾かして流れる浸水液だけそっとガーゼで押さえる風にした方が良いかと思います。ハイネックですとかタートルネックなども同じことですよ。マスクもしかりです。最近はマスクをしなければいけない状況が多いので大変ですけれども、通気性の悪いものをお肌に当てることは保湿になります。時々外して乾かしてください。またですね、患者さんの中にはかさぶたを剥がすのが大好きな方意外と多いですよね。痛みを避けるためにかさぶたを剥がして皮膚表面を柔らかく湿った状態にしてしまうのも厳密には保湿になるんです。治りに時間がかかります。患部の滲出液を拭き取って乾燥させづらくするのも保湿です。拭き取るのはよくありません。滲出液は治癒に必要なものなんです。あと水分をたくさん取ってしまうと皮下組織に余分な水分が溜まってむくむ原因になります。浮腫ですね。それも保湿行為です。もしですね、保湿剤を塗らないだけで脱保湿をしていると思われているとしたら大間違いです。佐藤健二先生による保湿行為の定義を申し上げます。1、皮膚表面の湿り気蒸発や漏れ出る水分を抑制するものを外用すること。2、蒸発した水分が大気中に拡散しないようにすること。3、皮膚を操作して乾燥状態へ進むのを阻止すること。皮膚がただれてぐちゃぐちゃになっても何も塗らず何も巻きません。ただ乾かします。これが脱保湿です。これは特許4000年の歴史でも初めての体験でしたが、そんなにないですか？これが一番早く皮膚を再生させてくれることには心底驚きました。徹底しなければ脱保湿をやっていることにはなりません。よくやりがちなことがあります。完全に乾燥した段階で乾燥した皮膚って見た目が悪くなるんですね。それからですね、かゆさが激増します。一時なんですけれどもね。それから乾燥してるんで痛いです。痛みが増します。そこで保湿剤を塗ったり他の治療を混ぜたりすること、これをやりがちなんです。そうすると治りが遅くなります。完全に乾燥した段階は治癒の始まりです。ちょっとアップ怖いですね。はい、ここで保湿して振り出しに戻らないでください。やるからには覚悟してやりきってください。あなたの脱保湿の高い知識と強い意志が成功の鍵なんです。詳しい脱保湿の方法はブログ元気が出る特許の部屋も繰り返し読んでぜひマスターしてくださいね。
世界中の脱保湿で良くなった方々は、皆さん私のブログを毎日繰り返し読んで読みまくるという努力をされた方々ばかりです。皆さんにもできますよ。日本は情報も多いですからね。またですね、素人では判断できない危険な症状や病気もあります。感染などが起こると治癒が遅れます。感染は診断できるのも対処できるのもお医者さんだけです。ご自分でなさらないでくださいね。信頼できるお医者さんのサポートを受けながら、しっかり勉強なさってから脱保湿は取り組んでください。必ず良くなりますよ。一日も早く良くなってくださいね。とっこでした。